こんにちは、みおじゅりです。今日は最近の休日を密着してみたのでぜひ見てってね。まず、数億年ぶりのディズニーランドに行きました。久しぶりに行ったら、イットスモールワールドもめっちゃ変わってて可愛かった。なんか美女と野獣も行ったことなかったから超楽しみにしてたんだけど、ジュリがディズニーランドで好きなのはスティッチと喋れるとこです。でもイットスモールワールドのスティッチはなんかちょっと怖かったです。グリーティングとかでスティッチと写真撮りたかったんだけど、なんかあれって結構並ぶんだね。確か前の動画でも言ったんだけど、ジュリ本当に並ぶのが苦手すぎて、今回のディズニーも全部ファストパス取れたやつしか回りませんでした。これは美女と野獣のお城です。めっちゃ外観さ、シンデレラ城ぐらい豪華だった。ジュリが結構好きだったスポットは並んでるところにあったこの影のやつなんだけど、めっちゃかっこよくない？なんか影とかプロジェクターすごい綺麗に使ってあって、もう本当に生きてるみたいに見えてめっちゃ興奮した。お次にやってきたのが本当にマジで小学生とか幼稚園生ぶりのイクスピアリ。小さい頃の記憶って本当に全然覚えてないんだけどこの空の天井めっちゃ覚えてて、ずっとどこだろうって思ってて、ママがイクスピアリじゃないって言ってて、行ってみたら本当にそうだった。子供ながらに天井なのに空だし、なんだろうってずっと思ってたのを思い出した。イクスピアリってこんなに広いんだね。全然知らんかった。次にディズニーストアに向かいました。ディズニーランドでもめっちゃお土産いっぱい買ったから、いつか紹介動画撮ろうって思ってずーっと後回しにしてるんですけど、見てくれますか？マジでこのスティッチ可愛すぎてやばい。これチョコだったかな、バレンタインのシーズンかなんかでチョコだったと思うんだけど、めっちゃ可愛くない？小さい頃はずっとスティッチが目の前に現れてくれないかなって思ってた。めっちゃ迷った結果、このアリエルのコップとベイマックスの歯ブラシ置きにしました。実はね、本当にディズニーランドで買いすぎてちょっとセーブしました。偉い。あと次に帽子屋さんに行って白いキャップを購入しました。なんか最近アフレコの動画めっちゃ多いからさ、おしゃべり動画あげたいんだけど、リクエストお待ちしてます。ってことで、なぜか次はジョイポリスに来ました。ずっと来てみたかったんだけど、行ってなかったからやっと来れた。そしてなぜかこの変な色のホットドッグ食べました。なんか、お芋の味がするし、ソーセージの味がするって感じです。しかもこの茶色いのはカレーっていうことで、もう本当に不思議な味がして美味しかったです。次にお台場の動物と触れ合えるなんかコーナーに来ました。このフクロウさんめっちゃ見てくれるの。こうやって横とか上とか行くとね、ちゃんとついてくるの可愛くない？めっちゃ可愛い。うわ、怖いマジで急にギョロってされるとさ、怒っちゃったのかなと思ってめっちゃ怖いちなみにジュリはもともとなんか鳥さんあんまり得意じゃなくって怖いなと思ってたんですけど、このフクロウさんは可愛くて苦手じゃなくなりました。可愛い。ジュリずっとペット飼いたいなと思ってて、だからここに来たんだけど、フクロウさんって飼うの大変なのかな？確かネズミとか食べるんだっけ？なんか鳥さんはちょっと急にバタバタされると怖いから不安なんだけど、このインコちゃんもめっちゃ可愛かった。なんかさ、TikTok とか見てるとさ、癒しを求めてるからかさ、ずーっとさ、動物の可愛い動画みたいなのばっかり流れてくる。お次にいらしたのは、ハム太郎ちゃんでーす。なんか最近お友達もハム太郎じゃないか、ハムスター飼い始めたんだけど、だからすごい興味あるって。見て可愛くない？チュンチュンするとね、近づいてくんの。可愛い。ハムスターって指噛まないのかな？次はなんと、これ、なんだったっけな待って。この時、カピバラが痩せ細ってんのかと思ったんだけど、これ、確かカンガルーの赤ちゃん？なんだろう、わかる人教えてマジで微動だにしなかったね。本当に、みじも、あれ、お猿さん。これは超でかいうさぎさんです。このうさぎさんはもう本当になんか長生きしてそうだし、すごくおおらかそうだったから初めて触らせてもらいました。ありがとうございます。ちなみにこのうさぎさんはずーっと寝てるだけで、ぴょんぴょん跳ねてるところは一度も見れませんでした。
次はこのお猿さんなんだけど、目が黄色くて超可愛かった。ふさふさで。なんかずっと樹話しててさ、動物にさん付けしちゃうんだけどさ、ぶりっこしてるわけじゃないんだけど、本当に敬意を払ってさん付けとかちゃん付けしてるって理解してほしい。なんかさ、ワンちゃん以外さ、顔キュッて向けられるとさ、噛まれるんじゃないかなとか思ってめっちゃ怖くなっちゃったんだけど、わかる？この気持ち。でもちなみにお猿さん噛むよって飼育員さんが教えてくれた。ででーん、カピバラさんやー。やばい、やばいやばい。圧迫感？なんかこの空間で俺がメインだよっていうぐらいのなんか、このずっしり感あるよね。このカピバラさんは結構ね、自由人でね、お風呂入ったり歩いたりしてて、まさかのなんと近づいてきたんですよ。見て！テクテク。もうこれテクテクっていうよりドスドスなんだけどね。本当にマジで、悪口じゃなくて、もう重量感えぐいよ、このなんかなんていうのもう語彙力がなくてわかんないけど、迫力すごいし、ずしずししてるし、大きいし、もう可愛い、めっちゃ。意外と結構早く歩いたりするっていうのにびっくり。そして、隙を見せているカピバラちゃんがいたので、触らせていただきました。チュンチュン。なんかね、意外と毛が硬くて、しかもなんか、このなんか、触られても全く喜ばない感じが結構ツンデレって感じでめっちゃ好きです。次に活発めなうさちゃんがいました。これ樹触ったっけな？触ったのかな？自分で動画撮りながら覚えてないな。結構前のだからな。なんか未だに長編撮るのあんまり慣れてなくてさ、なんかこそっと動画回しといていつか動画になればいいなって思ってさ、撮りだめしてるからさ、いつもグダグダでごめんなさい。気づいたらめっちゃ触ってた樹里。目おっきいね、このうさちゃん。人間みたい。ちなみにこの黄色いお猿さんはマジで凶暴らしくて、なんか上から飛び跳ねてきたり、物を取ってきたり、ポケットの物盗んだりするらしい。手癖悪い。こちらはミーアキャットですね。めっちゃ可愛かったね。これ、兄弟なのかな？家族なのかな？わかんないけど、ミーアキャットのさ、ミームみたいなのあるじゃん。なんか、わーみたいなやつ。あれめっちゃ好きなんだけど。わかる？樹里は生まれ変われるならミーアキャットになりたいなってめっちゃ思いますね。次にご挨拶させていただいたのは、この長長寿亀さんです。甲羅触ったんだけどさ、めっちゃなんか木みたいだった。なんかすごいね、年月を重ねてね、ゴツゴツしてるんだろうなって思ったら感慨深いし、この亀さんはどんだけの人数の人間を触らせてくれてきたんだろうって思うと、優しいなーって思いました。最後にこの子に戻ってきたんだけど、この子は本当にいつまで経っても何かわかりません。誰か教えてください。今日も今日とって急に動画が終わってしまい申し訳ございませんでした。本当に次はなんかちゃんと喋ってる動画あげたいからリクエスト本当にください。お待ちしてます。